きました。洗濯機の中突入シリーズ。今回のターゲットはおしゃれ着対デリケートのモード比較。似ているようで異なる制御。洗濯機の中では何が起きているのか確かめに行きましょう。相棒はアクションカメラインスタ360エースプロ2。水面ギリギリから水中の奥深くまで比べてわかる水流の違い。それでは調査スタート。水量が38リットルなど条件を揃えて比較します。さあ、洗い工程の比較です。左側がおしゃれ着洗い、右側がデリケート洗い。洗濯物がゆらゆら動いていますが、洗濯機の動きの違い、わかりますか？そうですね。おしゃれ着洗いは洗濯槽の壁ごと回っていますが、デリケート洗いは壁が動いていません。大正解。では、壁が止まっているデリケート洗いは一体どこで水流を作っているのでしょうか？そこの円盤ですね。そこの円盤だけが回転しています。その通り。そこにあるのはパルセーターという羽です。突起やうねりによって水を攪拌しているのがよくわかります。なるほど。だから壁が止まっていても水流が生まれるんですね。一方、おしゃれ着洗いは洗濯槽ごと回転させることでやや強めの水流を作り出しています。洗濯槽ごと回すことで遠心力を生み出し、押し洗いしています。ジャブジャブもみ洗いをしないので型崩れが抑えられるんですね。対してデリケート洗いは全体の水流が控えめです。パルセーター付近だけを動かすので水面に近いほど水流が穏やかになり、より優しく洗えます。ちなみにもっと優しく洗いたいときは水量を増やすのが効果的です。水量を増やすとほぼ水に浮いて揺らされるだけになるということですね。型崩れを防ぎつつしっかり洗いたいセーターなどはおしゃれ着洗い。シルクなど薄く繊細な生地を泳がせるように洗いたいときはデリケート洗い。ビートウォッシュの制御にはこうした明確な使い分けの意図があるようです。優しく洗うといっても洗濯機の動きは全然違っていましたね。洗濯槽ごと回転させるパルセーターだけを回転させるの違いで、これほど水流が変わってくるとは驚きでした。ではここでみんな大好き排水・脱水コーナーです。まずは排水。
しゃれ着洗いとデリケート洗いはどちらも優しめに脱水されているとのことですが、ここで標準洗いと比較してみましょう。おお、標準洗いは高速回転ですね。風圧と遠心力がすごいです。おしゃれ着洗いやデリケート洗いは水流の作り方や回転数をコントロールして生地を傷めないようにプログラムされているんですね。今日のところはここまで。おしゃれ着洗い対デリケート洗いいかがだったでしょうか。迷ったらより安全なデリケート洗い、汚れもしっかり落としたいときはおしゃれ着洗いと使い分けるのが良さそうです。では洗濯終了のメロディーを聞いて終わりにしましょう。